ミルトンチャンネルです。今日は車に穴開けしない FF ヒーターを使って北海道の豪雪地帯で車中泊をしてきました。その映像がこちら。途中北海道ならではの深刻なトラブルにも見舞われて、一時は車中泊を中断することも検討しましたが、なんとかトラブルを回避して雪山でも快適に車中泊をすることができました。前回車に穴開けをしない FF ヒーターを使って札幌市内で車中泊をした後、ニセコに向かいました。今回は本業の演奏の仕事をニセコやルスツでいただいているので、 FF ヒーター以外にも楽器や衣装、スノボアイテムもあり、普段の車中泊以上に大荷物ですが、私のエブリーは以前に出した動画で後部座席を取り払って収納スペースにしているので、私の小さいエブリーでも車中泊できています。ニセコに向かう途中、ホームセンターでアルミフレキダクトを購入しました。このダクト、後ほど動画の中で使いますが、穴開けしない FF ヒーターの弱点を克服してくれます。これから向かうニセコ地区は北海道でも有数の豪雪地域で、羊蹄山を中心として比較的標高が高く、雪質がサラサラのパウダースノーなので、日本だけでなく海外の方にも人気のリゾート地です。今日演奏の仕事をさせていただくのはヒルトンニセコ。前回のルスツウェスティンの時とは編成が変わり、素敵なピアノの方とデュオで演奏させていただきます。楽しい時間もあっという間。終演後はスタッフ専用の寮に泊めていただきます。こちらは昨年12月にできたばかりの施設で、寮の設備も新しく、とても綺麗なお部屋です。この日は一人でこの部屋を利用させていただきました。まだ寮の中を詳しく見ていないので探検してみます。廊下を出ると共用の洗面台があり、シャワールームも完備されています。また共有キッチンや洗濯乾燥もできるので、衣装を洗うこともできてとても助かります。私は連日の演奏で溜まっていた衣装もここで洗わせていただきました。今日は午後からまた別のホテルリッツ・カールトンで演奏させていただくので、準備をして出かけます。実は冬の北海道では車に乗る前に必ずやる作業があります。それは車の雪下ろし。前回の動画でもやりましたが、積雪量によっては15分から30分は雪下ろしに時間がかかります。普段の遊びの車中泊なら時間も気にしませんが、仕事を遅刻するわけにはいかないので、早め早めで行動します。演奏場所に着いたのでスノーブーツを履き替えます。楽器を持って会場に向かいます。今日の演奏会場のリッツ・カールトンはめちゃくちゃおしゃれで素敵な空間。プチセレブな気分で演奏できるので、すごくテンションも上がります。
楽しい時間もあっという間。今日は演奏後に車中泊をしてみることにしました。雪の中での車中泊のセッティングはそこそこ大変です。冬の北海道を旅するときはフード付きのダウンジャケットがあると楽だと感じます。やっとの思いでシェードをセッティングしたところで大きなトラブルが発生してしまいました。今この窓を全開にしてこの板を仕込んで FF ヒーターを使おうと思ってたんですけれども、予期せぬトラブル発覚で今この窓を開けようとしてるんですけども、窓が凍って開かなくなってしまいました。こんな感じでうっすら窓は動いてくれてるんですけども、ちょっとどこが凍ってるのか分かりません。もしかしたら上の方が凍ってるかもしれないんで、ちょっと外に出てこの氷を取り除いてみようと思います。はい、ちょっとここが凍りついててですね、車が温まったり冷えたりを繰り返すことによってこの窓枠の部分が凍っちゃって窓が開かなくなってますね。さっきこの窓も試したんですけど、この助手席の窓も結構開きづらかったです。わあ、これ窓開かなかったら FF ヒーター使えないんで、これちょっと厳しいですね。いやー厳しいな。ちょっと上の方が凍ってるかもしれないんで、上の方もこんな感じでちょっと氷を取り除いてるんですけども、窓自体がこうがっちり凍ってるような感触がありますね。開くかな。開いてくれるといいんだけど、ちょっともう一回中から試します。はい、開けてみます。ダメだ、開かない。どうしようかな。開いた。とりあえず私歯磨き粉のチューブを使ってこうやって窓をこじったら開くようになりました。マジで開いてくれてよかったです。めっちゃ焦りました。いやー厳しかった。危ない。先にこっちの板からセッティングします。これで FF ヒーター使えます。 FF ヒーターを乗せるラックを組み上げ、本体をラックに乗せたら給排気管を設置します。外に配管できました。転倒防止用の突っ張り棒も取り付けておきます。はい、で今外に出てきてみたんですけれども、もうほんの5分10分なんですが、この部分にもう雪が積もってこんな感じになっちゃってます。なんでここから雪が侵入してそれが凍ってしまうと、また今度は窓が閉まらないっていう可能性がめちゃくちゃ怖いので、応急処置的な感じなんですけど、このマスキングテープでこの部分から雪が入らないようにちょっとマスキングをしておきます。こうしないと結構危ないと思うんで、マスキングテープ持っといてよかったです。はい、こんな感じでちょっと簡易的ではあるんですけども、マスキングテープで雪がこの窓の枠の中に入らないようにしました。朝までは全然持てると思うので、とりあえずこれで様子を見ます。ここに給排気マフラーを取り付け、やけど防止用のネットも取り付けました。はい、二重で網をかけているんで、ここの中に雪が当たってもこの辺でガードしてくれないかなという淡い期待をしてるんですけども、それも含めてどんな感じになるかちょっと検証します。雪が降る日に使うのは初めてなので、マフラー等に雪が積もって悪影響を及ぼさないかもチェックします。おそらくなんですけれども、この穴からですね、水蒸気ですとか水滴が落ちる感じになると思います。で、車には当たらない感じなんで、多分車に氷がひっついたりすることはないと思うんですけども、それも検証します。で、今、ニセコ町に来てるんですけども、今時刻は8時5分で外の気温がマイナス8度なんで、あまりにも寒いので、ちょっとシガーソケット端子に FF ヒーターの電源をつないだら、はい、
安定してあったかい空気が出るようになりました。いやー、助かりました。これで今日は暖かく過ごせそうです。で、今回は札幌のホームセンターにも寄ってこのフレキパイプというのを購入しました。で、これは 7.5 センチのフレキパイプなんですけれども、ちょうどこの部分にすっぽりはまってくれるので、こう温めたい部分ですとか、あとは足が冷たい場合なんかにはこれを足に当ててあげるとめちゃめちゃあったかい空気がここに直接出てきてくれます。これいいですね。この FF ヒーターは上に設置しているので、私結構足先が冷たいのすごいブルーになっちゃうんで、こんな感じで今日は床になるべく温風が行くようにして使いたいと思います。この購入したアルミのフレキパイプなんですけれども、これ3メートルのやつで1本1000円ぐらいで買えるので、手軽に温めたいところを暖かくしてくれます。これ結構いいですね。今足先がものすごい暖かくて心地いい感じになってきました。で、私今日ニセコのホテルで夕方演奏をする仕事をいただいてたんですけども、ちょっとそこの現場から慌てて出てきたので、ちょっと今スーツのままなんですけども、ジャケットだけはさすがに汚してしまうと甲斐がないので、とりあえずこれだけ脱いで、もうお腹ペコペコなんでご飯にしたいと思います。はい、FF ヒーターを動かし始めて45分程度経ちました。気温が19度に保たれていてめちゃくちゃ暖かいです。特に足元が今回は暖かいです。このフレキパイプめっちゃ買ってよかったですね。ここもう暑くて触れないぐらい暖かくなってるんですけども、サーモグラフィーカメラでチェックしてみます。はい、こんな感じで足元の部分が温風が直撃しているところは70度を超えてますね。めっちゃ暖かいです。ちょっと離れたところでも31度ぐらいあるので、かなり暖かい感じになってくれています。このフレキパイプいいですね。寒いと思ったところにこの温風直撃させることできるんでめちゃくちゃいいです。で、今日はニセコ町には実は大きなスーパーが一軒もなくて仕方ないので、セイコーマートで買ってきたご飯にしたいと思います。実は飲み物ですとか、あとはこのコンタクトレンズの液もこの車の中に放置してしまうと、この保存液も凍ってしまうので、このように冷蔵庫の中に保管しています。こうしておくことで飲み物が凍ったりすることないので、冷蔵庫の中で保管しています。で、今日は外はかなり寒いので鍋焼きうどん、これ IH も使えるタイプになってます。これにちょっと追い肉をしてタンパク質補給に塩サバも購入しました。これ生卵がついてますね。珍しいですね。初めて見ました。先につゆだけ入れて火にかける。で、この具がかき揚げだけだとすごい寂しかったので、串に刺さない焼き鳥というのを購入しました。で、これをうどんを茹でた上にこの焼き鳥も上に入れて煮込んで食べたいと思います。生卵も入れます。あちちちちち。いただきます。今日はノンアルのレモンサワーにしてみました。いただきます。
しみる。焼き鳥を追い肉したんですけど、入れて正解です。すごく美味しいです。焼き鳥の出汁も出てるんで、多分鍋焼きうどんだけで食べるより全然美味しくなってます。しみる。あったまるわ。この卵がいいアクセントになって美味しいです。ごちそうさまでした。はい、FF ヒーターをつけて2時間弱経ったんですけれども、気温が25度、湿度 39%、 めちゃくちゃ快適です。いいですね。やっぱ FF ヒーターあると真冬にどこでも寝れます。これ一番弱で動かしてて、今25度あるのでめちゃくちゃあったかいです。はい、今排気口のあたりをチェックしてるんですけども、この吸気パイプの上に雪が乗っかってますね。凍ってんのかな。パウダー状の雪が乗ってました。で、この辺少し溶け気味でちょっと木が濡れてるような状態になってます。これ少し心配ですね。あんまり濡れることを想定してなかったので。で、この下の辺りはずっと凍ってますね。ここガチガチに凍ってる。やっぱりマスキングテープやっといてよかったですね。窓枠の中に氷が入っちゃうともう多分窓閉められなくなっちゃうんで、このマスキングテープやっぱり貼っといてよかったですね。で、ちょっと心配してた氷柱ですとかつららですとか、今現時点ではできてないですね。ちょっとまだ明日の朝になってみないとわからないんですけども、今のところは耐えてくれてるみたいな感じです。結構雪がまあまあ降ってるんですけども、また明日の朝チェックしたいと思います。時刻は8時12分。 FF ヒーターを動かし始めて12時間が経過しました。気温が25度、湿度 27% です。めちゃめちゃ快適ですね。この FF ヒーターにフレキパイプをつけただけなんですが、フレキパイプをつける前より快適になりました。これ本当にいい感じですね。車の外に出ようとしたらタイヤハウスの上がこんな感じで凍りついちゃってますね。すごいことになってます。ここもガチガチに凍ってますね。ここら辺のつららすごいです。取れた。こういうのは取れますね、結構簡単に。多分これ車の中の FF ヒーターの熱でこんな感じで溶けた氷になっちゃってるんですけど、でも簡単に取れるので、そういう意味では FF ヒーターを使ってここにつららですとか氷ができるデメリットはないのかなと感じてます。この部分も一部凍りついてますけど、こんな感じで手でポロポロ剥がれてくれます。問題ないですね。マスキングテープしてたんで、多分この窓の中には水滴は入り込んでないと思うので、おそらく窓も簡単に閉まってくれると思います。心配してた氷柱もここにちょっとできてますけど、ほとんどできてないので
全く問題なさそうです。これならかなり過酷な環境で FF ヒーターをこの方法で使っても全然問題なさそうですね。昨日の夜結構雪降ったんで、そういう意味では使える感じだと思います。すごいですね、ここ。車体とタイヤと氷が一体化してます。結構やば。割れた。こんなことになるのは北海道ならではなんじゃないかなと思います。うわ、すごい。ごちそうさまでした。あちち。これから温泉に行きたいと思うので FF ヒーターを撤収します。雪山で使ってもいい感じにこの窓に取り付ける FF ヒーター使いました。この吸気口のところですとか、こういったところ少し湿ってるんですけども、まあ使用にはそれほど問題なさそうです。マスキングテープも剥がしてみます。ちょっと湿ってますけど、この下に水や雪、氷がこの窓の下に入ってはないと思うので問題はないかなと思います。ではちゃんと窓が開くか調べます。あ、バッチリですね。問題なく窓開きました。
昨日この窓が凍って開かなかった時は FF ヒーターを取り付けられないかと思いましたけど、無事窓も開けられて FF ヒーター仕込むことができました。本当に良かったです。このタイヤについた結構大きな氷なんですけど、 FF ヒーターの土台を分解する時に使うゴムハンマーで叩いて割ってみようと思います。うわ、でもすごっ、めっちゃ固まってる。なんとか氷を除去できました。はい、それで昨日使ったサブバッテリーの使用量なんですけども、冷蔵庫や鍋焼きうどんを作った時の IH クッキングヒーター、 LED の照明をつけて、そして FF ヒーターをつけっぱなしにしても約 30% しか消費しませんでした。やはり冬の消費電力はクーラーを使わないので、それほど電力を必要としません。個人的には100アンペアぐらいで十分かなと感じました。これからニセコ駅そばの温泉に向かいます。ニセコ温泉キラの湯。館内は新しく綺麗な雰囲気、無料の Wi-Fi も使えます。ここは露天風呂もあって温泉もとても良いのですが、なんとコインランドリーも完備されています。洗濯機は小さめですが、通常のコインランドリーよりお値段がリーズナブルです。館内には休憩スペースもあって漫画コーナーもありました。こちらはシャンプー等も完備されていて、入館料は600円。スノボ等の後にも気軽に利用しやすいです。今日はこの後ニセコでまた演奏の仕事が入っているので、再度ゆっくり入りに来ます。キラの湯めっちゃ良かったです。本日もご視聴ありがとうございました。次回の動画は北海道ならではのトラブルにも見舞われて、過酷で楽しい旅になってますが、もしこの動画を気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。